でこの先がねキャンプ場なんですけども、ここですね、黒瀬キャンプ場さんです。あ、すごい炭が売られてますね。1袋600円、スウェーデントーチはね1個1000円売られてましたね。でこっちがね有料施設のログハウスなんですけども、こっち方面ですね。ここがねキャンプ OK なキャンプ場になってるらしいです。すごいな。はい、ということでね、だいぶ頑張って車両をねセット完了しました。タイヤの下にねこんな感じで石を這わせて車を持ち上げました。でちなみにね、もっとこっちの方に止めたら川の目の前なんで、僕もねこの辺止めたかったんですけども、この辺はねもう砂がふかふかすぎてから車がさっきはまりかけたんで、もうね泣く泣くこっちの方のね少し硬い地盤の方に持ってきました。ちなみにね向こうの方は結構大きい玉砂利で地盤も硬くて良かったんですけども、買い物ね車で入ってて車をダメにしてもやばいんでちょっとねやめときました。はい、よし行きましょう。黒瀬キャンプ場さん車中泊させていただきありがとうございました。人が全くいなくってからめちゃめちゃ快適に車中泊できました。よし行きましょう。次のキャンプ場もねすぐ近くです。今日はねめちゃめちゃいい天気です。昨日の大雨がね本当に嘘のような天気ですね。ここがキャンプ場ですね。1箇所目はこちらですね。へえ。あ、キャンプされてる方いますね。よいしょ。こちらはね日の瀬キャンプ場さんですね。昨日の場所よりもね砂質じゃなくてから地盤がねいい感じです。車のね乗り入れがしやすいようになってますね。へえ。川もね近いですし、水きれいだな。ここすごいね、川も透明です。わあ。でさっき見たんですけども、上側にねお手洗いがあったんで、トイレの方も大丈夫そうですね。で今日ね土曜日なんですけども、利用されてる方は少ないですね。はい、わかりました。昨晩ねこっちでもよかったかもしれませんね。でもね向こうはシャワーがあったんでね。はい、じゃあお次のねキャンプ場さん行かせてもらいましょう。よし、じゃあ次のキャンプ場目指してね行きましょう。はい、2つ目はねこちらを下っていくみたいですね。おお、どっちかな、こっちかな。おお、こちらですね。はい、こちらがね木村キャンプ場さんですね。おお、下はね路面はしっかりしててから普通の乗用車が入っていけるような感じではあるんですけども、実はねそこを降りるところとこちらがね鋭角で少し狭いんで、今回ねちょっとお借りしてる車なんで降りるのはねちょっとやめときました。でもね中はしっかりしててから広いんで、車中キャンプするのにもねすごくねいい場所だと思います。であちらがおトイレですかね。違うのかな、行ってみましょう。正解ですね。これがトイレです。めちゃめちゃ綺麗ですねこれ。へえ。で流しもあります。すご。へえ。雨が降ったらねちょっとこの辺でから少し食事団がさせてもらうのも大丈夫そうなんで、すごい場所ですね。ここも良かったかもしれん。へえ。おすすめ具合で言うたらね今のところナンバーワンですね。
とりあえずね、ここは大きくぐるっと回れば入っていけると思うんですけども、スーパーロングみたいな車はちょっと無理だと思いますね。で、ここね、大きく回ったりすれば入っていけると思うんですけども、今回ね、ちょっと借り物なんで、ちょっとね、入っていくのちょっとやめときます。ごめんなさい。でもね、ここは本当にすごい綺麗で広い場所で、人が誰もいないんでね、めちゃめちゃいいキャンプ場なんじゃないかと思います。はい。よし。じゃあね、次行きましょう。よし、次のキャンプ場にね、行ってみましょう。木村キャンプ場さんでした。こちらはね、出入りの坂がすごい狭くて急なので、対向車が来たらね、アウトですね。あんまり大きい車はね、入ってこれない場所ですね。はい、こちらですね、小浜キャンプ場さん、行ってみましょう。とりあえずね、ここまで来る道が結構細かったです。だからバンコンとかキャブコンとかあの手の車両は入っていけないんじゃないかと思います。で、お手洗いありますけど、お手洗い相当綺麗ですね。やばそうな場所はね、舗装してくれてます。はい、この辺止めさせてもらいます。はい、こんな感じの場所ですね。昨日と同じような感じで砂地です。下はで、そこまでふかふかじゃないけども、多分ね、アクセルガッと上げたらはまるようなタイプの砂地ですね。で、一つ前のキャンプ場は全然風が吹いてなかったのに、ここはね、結構風が吹いてます。だから涼しくていいですね。で、砂地をね、歩いて川まで行けるっていうのすごくいいですね、これ。魚が生えてた。うわーへえ。キャンプできそうな場所はね、ちょっと狭めではあるんですけども、綺麗なおトイレもありましたし、川もね、すごく広くて綺麗なんで、すごくいい場所なんじゃないかと思います。はい、よし、じゃあね、また次行きましょう。ちなみにね、結構ふかふかなんで、掘り返さないようにね、運転してます。優しい運転がね、できる人じゃないとちょっとここ厳しいかもしれん。よいしょ。 OK、 脱出成功です。こちらはね、軽バンボックスとか四駆の軽とかそんな感じの車両の方がいいと思います。はい、とりあえずね、さっきのキャンプ場は入り口はね、こんな感じですごく狭いんで、大きい車の出入りはね、本当にやめた方がいいです。はい、で、お次がね、宮の前公園さんですね。降りていきましょう。おー、なるほど、こちらですね。入っていいゾーンと入っていけないゾーンはね、テープで区画されてますけども、桜の木があるからね、お花見時期にはすごい綺麗な場所ですね、こちらは。目の前が川、いいな。なるほど、すごい敷地広いですね。なるほど。へえ。ね、こんな感じで、オートキャンプしてもいい場所だったみたいですね、これは。知らなかった。めちゃくちゃたくさんの方がね、キャンプやオートキャンプ、楽しまれてます。昨晩、ここでさせていただければよかったですね。本当に知りませんでした。ちなみにね、お手洗いは、こちらのね、仮設トイレ、もしくは向こうの方にね、川の駅っていうね、スノーピークさんの施設があるんで、そちらを利用させていただくような格好になってるみたいですね。で、こちらがね、川の駅越智さんのお手洗いなんですけども、すごい綺麗なね、お手洗いがあるんで、こちらをね、利用させていただくんじゃないかと思います。ただしね、歩いて登っていこうと思ったら、こう来て、この階段を登って、もう一遍どっかでね、上がってこっちに上がってくると思うんで、結構なね、上り坂なんで、なんだろう、小さい方だったらね、携帯トイレと用意するのがいいかもしれません。はい、でもね、すごくいい場所です。ち
ちなみにね、こちらの川辺の駅さんはスノーピークさんがね多分運用されてる場所だと思うんですよね。だからね、スノーピークさんの専用ショップが併設されてました。ちょっと見させてもらいましょう。すごっ。へえ、これ単体で売られてるんですね。知らなかった。僕ね、どっちか覚えたんですけども焦がしちゃったんでね。わ、かわいい。へえ、すごいですね。たくさんのねアウトドアグッズが売られてるんですけども、芋けんぴもねキロ単位で売られてますね。さすがは高知です。素晴らしい。トマトスープとかリゾットとかの素も売られてますね。服とかねリュックとかも売られてます。お肉もあります。もう手ぶらで来れますね。こうなんでしょうね、マネーさえ持ってくれば手ぶらで来れる場所ですね。僕はマネーないですけども、すごいカレーとかもねたくさん種類が並んでます。わあ、すごいな。あ、これ面白い。これね、魚が1匹瓶に入ってるんですけど、醤油を入れるだけで旨味がごじゃんと深くなるだしらしいです。お酒コーナーですね。なんかいろいろ面白いのがあります。これすごいですね。坂本龍馬の焼酎らしいです。へえ。で、ちょっと気になるのがね、このダバダ火振りっていう分で、なんかね、栗の焼酎らしいんですよね。で、栗焼酎飲んだことがないんですけども、ここにね、ちっちゃい分売られてるんで、こちらをね、ちょっと購入させていただきましょう。よし。なんかね、謎のものがありました。50年以上愛され続ける高知県民のソウルドリンクらしいですね。ディープル。冷え中があるらしいんでね、こちらもね、ちょっと購入させていただきましょう。飲み行きたいと思います。冷え中がどこにあるぞよ。こちらですね。 OK、 はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いいのがね買えました。よし。高知の川沿いのキャンプ場すごいですね。この辺にね RV パークとかが全くない理由がよく分かりました。すごすぎです。で、次のキャンプ場まではね15キロほど離れてるんで、ゆっくり安全運転でね向かいたいと思います。はい、移動中にリープルいただいてるんですけども、これすごく美味しいですね。なんだろう、酸っぱさがそこまで強くない乳酸菌で甘くて飲みやすいです。美味しいです。どうかな。で、入っていくんですけども、すごいなこれは。わあ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 、すごいけども入っていけるのかな。これ入っていけるんですかね。ちょっと僕も入らせていただきましょう。よいしょ。よし、到着。はい、ということでね、こちらがね宮崎の河原キャンプ場さんですね。別にキャンプ場にはなってるみたいなんですけども、結構ね傾斜があるんで、車に乗り込んでのね車中泊キャンプみたいなのはちょっと厳しいかもしれませんね。でもね、川が目の前からめちゃくちゃ綺麗で、あとねレンタルカヌーがあるんだと思うんですけども、見えますかね、そこが透明のカヌーをね借りれるみたいなんですよね。だからね、川がここめちゃくちゃ綺麗だから、カヌー乗ったままね川の底が見れる体験させてもらえるらしいです。すっごい綺麗。これなんじゃこりゃわー、いいですね。なんかね今ね車両紹介中ではあるんですけども、もうそれを忘れてねここで遊びたいです。本当に。何分間でいくらなんだろう、調べてみよう。ありました。クリスタルカヤック体験2時間6500円溜まってますね。そうか、30分でね2000円ぐらいだったらね喜んで乗ったんですけども、ちょっと今日ね時間がそこまで取れないんで仕方ないですね。我慢しましょう。これでもねすごく穏やか、めちゃめちゃいい場所です。ちなみにこっちはうわ、すごい。よし。はい、ということでね、ちょっとこちらの場所はね
車中泊キャンプには向かない場所だと思うんですけども、すぐ近くにねキャンプ場とオートキャンプ場をね併設された場所があるみたいなんで、最後にねそちらの場所の方に行ってみたいと思います。行きましょう。はい、場所はねもう今の敷地のすぐ隣ですね。こちらですね、ふれあい公園オートキャンプ場さん。よいしょ。でねこの先でいいのかな、どうやらなんですけども、この辺りに車を止めてオートキャンプしてもいいような感じらしいんですよね。なんかそういうのされてる写真もあったりしたんで、そうですね、止めてみましょう、適当に。よいしょ。はい、こんな感じでね止めさせてもらって OK そうなんで止めておきます。池川ふれあい公園オートキャンプ場さんですね。ここすごくいいのが、桜の木の真下に車を止めることができて、川の景色を眺めながらオートキャンプができる場所ですね。すごい。で敷地はねもうこんな感じで、向こうからずーっとこっちの向こうの方まで広がってて相当広いです。でここから見える川なんですけども、見えますかね、そこが見えるような川なんですよね。めちゃめちゃ綺麗。あ、でこっちの方からね歩いて降りていけるようになってますね。行ってみましょう。うわーすごっ。雲の巣もあった。はい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 。うわ嘘じゃろこれ。めちゃくちゃ川が綺麗です。なんでしょう、ここにね足を腰掛けてから足だけ川に入れてねチャプチャプしながら遊びたいですね。へえここはすごい。であとねこちらに無料のね調理場もあるようですね。流しがあったりとか煮炊きできるね場所もあります。すごい。でさらにねこっちの坂の上なんですけども、こんな感じでね公衆トイレもきちんとあってから、中もねすごい清潔に保たれてるんですよね。ですんでね景色も装備もすごくいいキャンプ場になってますね。はいはい、ということで今回は高知県を流れる仁淀川沿いの7カ所のね無料キャンプ場をちょっと巡らせてもらったんですけども、いかがだったでしょうか。個人的にはねこのレベルのキャンプ場が無料で公開されてるっていうのがねもう本当にすごく驚きました。で高知県のねこの辺のエリアには全くね RV パーク等がないんですけども、その理由はねもう本当によく分かったなという格好ではありました。で実際ね7カ所回らせてもらって、どちらのキャンプ場もすごく良かったんですけれども、あえてね順位をつけさせていただくとしたら、第1位はねスノーピークさんのね施設に併設されていた宮の前公園さんで、あちらはねもう本当に全面芝でどこでもねオートキャンプ可能な場所だったんで、あちらがねすごくいいんじゃないかというふうに思いました。で2番目はねこちらの池川ふれあい公園オートキャンプ場さんで、こちらはねもう本当に川沿いでめちゃめちゃ綺麗な場所で、下も土だし上は桜だし流しもトイレもねあったりするような場所だったんで、ここはね本当にすごくいいキャンプ場なんじゃないかと思います。で3位以降はねどちらも川辺ではあったんで、もうほぼほぼ同じような順位とはさせてもらうと思うんですけども、ここよりね一つ前に行った宮崎の河原キャンプ場さん、あちらの方はね土地が斜めになってたりしたんでキャンプにはいいと思うんですけども、ちょっとね車中泊キャンプには向かないんじゃないかなというふうに思いました。ちなみにこれはねもう個人的に感じた順位です。はい、こんな感じですかね。ですのでね皆さん車中泊しながらね高知県回られようかなと考えられる方にはね、こんな感じで無料のキャンプ場がたくさんありましたんで、皆さんもぜひねご利用されてみてください。ちなみに、土曜日なんですけどもこの利用状況でした。はい、こんな感じですかね。よし、じゃあね引き続き高知日産プリンスさんからねお借りしたこちらの車両でね車中泊旅続けてね楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。行きましょう。